がてら挨拶から、はい、リビングアップっていうグループで、正しい経済とは何かっていう概念をね、活動としてやっております。はい。で、今回は財務省解体デモ、よろしくお願いします。はい。皆さん、財務省解体デモの規模は何か分かってますでしょうか。分かってます？予算編成権と徴税権を財務省が握っていること、これが諸悪の根源なんですね。はい、これを細分化する、そのための財務省解体デモです。はい、国の予算は多くの国民のためにやるべきなんです。それが彼らの利害関係で左右されていて、そこに民意で選ばれていない官僚が決めているということが問題です。それを主権者が選んだ内閣で決定できるように、しなければ財政の民主化などはありえません。はい、もう一つ徴税権、これを使っていくらでも政治家や著名人、インフルエンサーなどを脅し、政策決定に持っていけるんです。この2つを細分化し、真の民意を届け、正しい経済政策の執行を国民が求める、その第一歩が財務省解体デモです。皆さんでこの国を作るんです。そのために学び、民意を反映させる、それが真の民主主義なんです。国民の手で財務省を解体しましょう。財務省解体。はい、気まぐれさん、注意事項お願いします。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。改めて注意事項を読ませていただきます。まず立ち位置なんですけれども、歩行者の邪魔にならないようにカラーコーンの内側にてお願いいたします。そこら辺は誘導員いるんですけれども、できるだけステージにこちらで喋ってるところに近いところにいるようにお願いいたします。はい。まず歩道から出ないでください。他人に迷惑をかけないでください。常識的な範疇での活動をお願いいたします。政党色は一切排除でお願いいたします。個人攻撃は望んでおりません。人殺しなど公言は極力制限してください。主催者の注意には従ってください。動画配信いたしますので、顔出し NG の方はご自身で対策をお願いいたします。他の宣伝方法はお断りいたします。動画配信をされる方は求められた場合、データの共有をお願いする場合がございます。各自持ち込みのプラカード、のぼり、スピーカーなどは自己責任として管理をお願いいたします。ゴミ、飲食物なども持ち帰りをお願いします。三脚を使用しての撮影は指定された場所でお願いします。動いての撮影は歩行者や第三者に対して危険が及ぶ場合やめていただくことがございます。のぼりやプラカードはデモの意義そのものは原則 OK なんですけれども、誤解を招くようなものに関してはこちらから注意させていただく場合がございます。安全に配慮して本日もやってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけでして毎回声明文を読ませてもらってるんで、はい、皆さんも多分聞き飽きたと思うんですけど、はい、読ませてもらいますね。はい、声明文。日本はこの30年経済成長していない世界で唯一の国である。その中枢を司る財務省はこの国の先般であると言わざるを得ない。この国の資産を食い物にし、経団連、富裕層の上に君臨し、国民である消費者もあなた方財務省にはただの金づるであり、救うべき対象にない。だから少子高齢化や震災復興などに使う金など持ち合わせていないということになる。1年前
方財務省には救う気などさらさらないということが事実として残っている。日本人としての尊厳を失い、金の亡者となったただの売国省庁に存在理由など存在しない。予算編成権、徴税権を奪い、国民に主権を取り戻し、真の民主主義を実現する。財務省に残された唯一の道は解体。日本国を救う唯一の方法は財務省解体。国民の一人としてここに宣言する。国民の悲願として財務省解体が叶った時、日本の再建が始まる。財務省解体。財務省解体、その日が日本の建国記念日になる。財務省解体。ありがとうございます。というわけでですね、今日はね、ちょっと現状把握も含めてマクロ経済のちょっと理解をしてもらおうっていうので、ちょっと喋らせてもらいますね。ちょっと喉かえたんで、ちょっと待ってください。ちょっと今日は人数少ないですね。ちょっと告知がちょっと足らなかったかもしれない、時間がね。はい、というわけでして、日本の問題点と解決の優先課題というわけで、ちょっとまとめてきて、ちょっと漏れなく喋りたいので、ちょっと、読ませてもらいますね。1、経済停滞と格差拡大。先ほども言いましたけど、30年間、経済成長してません、日本は。残念ながら。ね、それなのに、大企業の内部留保は4倍。ね、株主配当は8倍。おかしいですよね。皆さんの実質賃金は130万円も下がってるのに、ね、しかも非正規雇用4割、どれになってるんですか、ね、あと税制の逆進性と企業優遇、ね、この30年不景気なのにもかかわらず、消費増税3回、インボイス制度導入、ね、それなのに、法人税は 20% ぐらい下がってるんですよ。わけわからんでしょう。何されてるんですか、皆さん。ね。しかも、大企業ね、資本金100億以上の会社は、ね、特別措置っていうものがございまして、平均で負担率、法人税負担率 14% です。むちゃくちゃされてませんかね。しかも、消費税にね、輸出還付金っていう制度がありまして、ね、大体日本国内で消費税、地方も含めて40兆ぐらいあるんですけど、そのうち10兆円は大企業への還付で消えています。残念ですね。皆さんが支払った消費税、大企業の内部留保消えてるんですよ。ね。あと3、社会保障と生活の困窮、国民負担率、年々変わるので、ちょっと古いんで 48% ってなってますけど、それは、スルーしてくださいね。で、所得税、社会保険料と金持ち優遇、変わってます。累進性の弱体化されてますよね。社会保険料ちょっとね、よっぽど高所得じゃないと恩恵には授かれないとは思うんですけど、大体1983年の時、所得税の累進課税最高税率 75% でした。今現在 45%。ね。知らない間に金持ち優遇になってますね、皆さん。残念です。で、住民税も累進制やったんですよ、もともと。
それが今一律 10% 変わってますね。 10% 一律っていうことは逆申請ですよね。わかります？消費税と一緒です。はい。あと年金もそうです。月収62万円以上は負担率上がりませんね。残念です。60、金持ちには優しいこの国ね。皆さん高額所得になったら国になるかもしれないね。でもそういうわけいかないからね、構造上ね。はい。しかも教育、こんだけの負担率高いにもかかわらず、教育の無償化もなくね、医療費無償でもなく、年金だけで生活もできないね。むちゃくちゃされてますね、皆さん。やばいですね。ね。はい。4、生活コストの上昇と民営化の影響ね。これ聞いただけでも分かる人は分かると思うんですけど、はい。今輸入物価上がってますよね。はい。戦争の影響もあって、それだけじゃなくね、大企業を優遇するあまり円安誘導されてるんですよね。でも輸入物価上がったらね、困るの誰ですか？中低所得者ですよね。めっちゃ上がってますよね。米も食べられへんですよね、もう高で。はい。あと高速道路ね、皆さん遠出するときにね使うと思うんですけど、世界一高いんですよ。はい。高速道路だけちゃいますけどね。はい。世界一高いんですよ。電気、ガス、水道もトップクラス。皆さん公共料金で払ってますけどね、税金だけじゃなくこういう公共料金もね搾取されてるんですよね。はい。それはなぜか、なぜでしょう。国営企業を民営化してるからですね。なんかメリットありますか？消費者ってなんかメリットあります？むちゃくちゃされてますよね。はい。そうなんですよね。インフラの高コスト化っていうやつです。されてますよね。はい。で5、財政運営の問題と政府の責任ね。国債発行額今1300兆円ですけど、30年前国債の発行額はたった225兆円でした。今現在1300兆円ね。30年前に比べて GDP はたった100兆しか上がってないのに、国債発行したら1000兆円ぐらいどこ消えた？おかしいですよね。市場に出回ってたら GDP 上がるはずですよね。ね、上がってないんですよ。大企業の内部留保と株主配当が消えてるんですよね。皆さんが恩恵に授かれる前に中抜きされてね、どっかに消えてってるんですね。はい。大企業優遇ですよね。財務省と大企業と経団連と経済同友会ね、自民党、人らの利害関係でこの国を運営されてるんですよ。それが証拠に数字で現れてるでしょね。皆さん気づきましょうね。そう、中抜き構造が状態化してるんですよね。公共事業ね、公共事業とかで財政支出するんですけど、それが末端に落ちてくる前にみんな中抜きされてなくなっていってるんですよね。悲しいですね。それは市場に出回らへんから GDP 上がりませんよね。悲しいですね。はい。少子高齢化と人口減少、少子化の深刻化ね、もう去年70万人待ってますよね。誰のせいですこれ？少子化ってね。こんな不景気やったらそら子供作られへんですよね。先進国って黙っとっても少子化の傾向にはあるんですけど、日本はひどすぎるんですよ。これかなり厳しいね。もう少子化っていうのがダイレクト民族の消滅を意味する、そういうふうな今状況にあるっていうことです。はい。その穴埋めで外国人労働者向けでねやってますよね今
はい、これで少子化をごまかそうとしてるんですよ。ね、皆さん、少子化なったね、その問題を、矛先を自分らに向けるために、外国人をね、入れて、労働者、確保しようと、安い労働者をね、まあまあ、そうですね、まあ、言うても出るけど、低賃金のままで、まあ、出生率回復はまあ不可能ですよね。そら、自分らの生活もままならんのに、子供なんか作れんですよね。もちろんですよね。もちろんはい、そうなんですよ。ほんで、まあ、次、7、食料エネルギーの危機。ね、今現在、ね、種や肥料、輸入に頼ってます。ね、食料自給率はたった 10%。国力って何ですか？安全保障って何ですかって話なんですよ。ね、皆さんの生命や財産とか何とも思ってないでしょ、これ。ね、ね、近隣諸国で何かあったらみんな植えるんですよ。米よこせね、皆さん分かってる人は分かってると思うんですけど、分かってない人にも向けて一応確認のためにやってるんでね、ちょっと辛抱してくださいね、分かってる方も。はい。で、そうなんですよ、輸入止まったら終わり。あと、エネルギー自給率、これも 13%。ね。まあ日本は、まあ、メインとして原発やってましたよね。でも、2011年で、はい、福島の原発、ね、爆発してから、まあ、稼働できてませんよね、まともに。はい、ほんなら、もう悲惨なことに、エネルギー自給率は 13%。ね、安全保障って何ですか？ね、スウェーデンで自然エネルギー頑張ってるんですよ。で、自国でエネルギー自給率 80% ぐらいあるんですよ。日本何してるんですか？ね、原発って利権だけでしょ、これ。ね、何の得もない。ね、危ないばっかりで。ね、そうなんですよ。ね、今現在、ね、農業従事者の方、平均年齢69歳。やばないですか？ね、これ、この間、国会の質疑で言ってました。15年で、ね、あと15年で6割の農業従事者が引退です。そりゃそうですよ、69歳。大丈夫ですか？米食われへんようになるんですよ、日本。腹減ったぞむちゃくちゃやばい。これほんまにやばいんですよ。はい。ね、次、8位、安全保障と防衛費問題ね。社会保障。ね、皆さん、まともな社会保障受けてます？受けてない全然受けてないのにもかかわらず、ね、高い社会保険料払わされて、高い年金払わされて、ね、それやのに、防衛費増額、GDP 比 2% へ。ね、そんな日本って戦争できると思います？食料自給率 10% ですよ。エネルギー自給率 13%。ね、これで、ね、あ、そうそう、原発、ね、廃炉に住んでない、ね、原発54基もあるんですよ。これで戦争できます？それで防衛費増額ってわけわからんでしょ？ね、ひょろひょろのヤンキーが武器買うて生きてるようなもんじゃないですか。ね、何されてるんですか、皆さん。これ、怒らなあかんさ。ね、はい、これ多分みんな知らんから、ね、なされるがまま、ね、投票も行かず、他人事で流してる人がいっぱいおったと思うんですよ。でも、それじゃダメなんですよ。ね、日本は民主主義なんですよ。ね、国民主権なんです。皆さんが行動して初めて変わるんですよ。ね、改めてちょっと考えましょうね。はい。で、9、必要な改革の行動。まあ、一番先に何が重要か、日本でね、経済の立て直しが重要です。はい、これが最優先。なので債務所を解体なんですよ。はい、予算編成権をとりあえずね、民主主義として
内閣府でね、内閣府、僕らが投票で選んだ人間で予算編成をする、そのための財務省解体ですね。これが実現しなかったら民主主義もないんですよ、この国ないんですよ皆さんね。だから財務省解体で一点集中しましょうね。いろいろありますわ、みんな言うてくるんですよ。自民党解体が必要なんちゃうかってね。憲法改正今言うてますよね。全然何もなかったんですけどね、はい、憲法改正も反対せなあかんちゃうかってやってるんですけど、でもね、民主主義ないのに次ないんですよ。ですよね。予算編成権っていうものを僕らが選んだ、ね、議員で、ね、予算を決めれるようにしないと財政の民主化なんか実現しないんですよ、ね、だから財務省解体しましょうね。はい、次、財務省解体が連帯による政治変革、まあかぶってますけど言うても出るけど、ほんまそうですよ。そうですね、まあいろいろさっきも言いましたけど、自民党解体した方がええんちゃうかとかね、財務省の上に自民党がおるんやろうとか、まあいろいろ言うんですけど、いや違いますね。自民党なんか下っ端です。ただのかさぶたですよ、あんなもん。代わりなんぼでもおるんですわね。自民党が失墜してもね、おるでしょ、維新とか言うても出るけど、はい、なのでね、なんぼでも出てくるんですよ。だから財務省が一番てっぺんにおるんですわ。はい、予算編成権とね、徴税権っていうものでこの国を支配してるんですよ、ね、だからこいつらを、ね、僕らが選んでない官僚がそれを握っていること自体が民主主義ちゃうでしょ。だから解体せなあかんのですわ、ね、そうじゃないと民主主義なんか復活できないんですよ。はいね、まあ最終あれですね、いつ理解するのか、まあここにおる人たちはほとんどの人が多分理解してると思うんです。だからあえてね、復讐の意味でやらせてもらってますね。これいつ気づくんですかっていう話です。経済破綻するまで気づきませんかね。実質的に供給能力の既存が生じてるんですよ今ね。はい、実質的に初めに言うとくと、自国通貨建て国債発行ですよね。自国の円を自国で作れるんですよ。誰に借りてるんですか？誰にも借りてませんね。誰に返すんです？誰にも返す必要ない。借金でもなんでもない、ただの財源を作ってるだけね。ぶっちゃけ言うたらね、通貨発行と徴税っていうもので景気のコントロールをするだけの仕事なんですよ。何されてるんです？なんでこの30年もね、不景気でみんなの実質賃金下がってね、この不景気で消費税3回も増税されてね、その陰で法人税は下がってってんのにむちゃくちゃされてるでしょ。民主主義なんかないでしょ。ただの奴隷制ですやんか。でもね、それを受け入れてきたのは僕らなんですよ。ですよね。何も変えられへんかったこの30年放置したままね、他人事にしてきてね、半分の人は投票に行かない。それで何が民主主義なんです？それは変わりませんよね。それは変わるはずないんですよ。だからね、その無関心の人を呼び起こすために財務省解体っていうものもやってるんですよ。財務省解体デモっていうものを、これをね、最低でも100万人にしないとこの国に民主主義は戻りませんね。これがポシャったらこの国はもう終わりです。諦めた方が早い。諦めますか？選択肢ないんですよ。変えるしかないでしょうね。皆さんで行動を共にして日本を変えたいと思います。はい、財務省解体で最後締めたいと思います。
はい、財務省解体。はい、ありがとうございます。それでも25分ぐらい、20分ぐらいしか喋ってない。はい、っていう感じで、まあそうですね、ちょっと予想より早かったんですけど、そうですね、まああえて言うならもう一個言わせてください。国民試験、ね、皆さん主権者ですよね。ね、主権者なんですよ。政党や政治家が書いてくれるのちゃうんですよ。ね、勘違いしないでください。僕らが一番上におるんですよ。俺らが主役やぞ。そうなんですよ。僕らが選んだ政治家にね、自分らが求める政策を実行させるんですよ。ね、それをやってもらうってなってる、そういう人が結構多いんですけど、それは違いますよ。政治家なんか信じたらダメですよ。政党もね、支持母体っていうものはおるでしょ。ね、それを僕らが変えなあかんのですわ。僕らがバックについてね、その支持母体の力が弱まるようにしていかないと、この国はまた元の木阿弥に戻る。ね、一旦変わったとしてもね、はい、元の木阿弥に戻るんですよ。民主主義はね、そんなに簡単なシステムじゃないんです。皆さんがね、求めて初めてこう成り立つものなんですね。白票の上を歩くような制度なんですよ、民主主義って。皆さんが常に監視して、ね、行動して、ね、それをずっとこの先ずっとですよ。日本が続く限り、日本人っていう民族がおる限り、ずっと監視して、ね、運営していかんとダメなんですよ。ね、それを勘違いしちゃダメですよ。はい、民主主義、国民主権ね、はい、政党や政治家は変えてくれません。はい、多くの日本人が、ね、この財務省解体デモで100万人、200万人、300万人、ね、動員できたら、それを見て国会議員は勝手に動きます。そりゃそうでしょう。ね、国民が求めるものなんですから。はい、それを示さないといけない、僕らは主権者として。だからこの財務省解体デモの最大化を目指してますね、日本全国。はい、なので皆さんね、それを絶対忘れずに行動してください。絶対選挙に行ってくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということで皆さん、そうですね、誰か喋りたい人喋ってきますか。喋りたいぞ。外国人問題ダメですよ。はい。はい。